Engine for the life. 車で行こうです。今回紹介するのはトヨタのオフローダーランドクルーザーに新たに加わった250シリーズです。ランドクルーザーの原点に立ち返り、ユーザーの生活と実用を支えるモデルとして磨きをかけてきたランドクルーザー250の実力を詳しく見ていきます。ランドクルーザーは一貫してラダーフレーム構造を採用し、耐久性や悪路走破性にこだわっているのがポイント。その安心感に現代的な車としてどのような魅力が加わっているのか注目です。ではポイントを見ていきましょう。どこへでも行き生きて帰ってこられる車として世界中のユーザーから支持されてきたトヨタランドクルーザー。今回新しく登場した250は日本での販売が復活した70、フラッグシップの300の中間に位置し、ユーザーの生活と実用を支えるランドクルーザーの中核モデルと位置づけられています。エクステリアは水平基調で悪路での機能性と機能美を追求。トヨタ純正用品として丸目型のヘッドランプも用意されています。 ZX、VX グレードは3列シートの7人乗り、 GX グレードは2列シートの5人乗りとなっています。プラットフォームは300シリーズと同じく最新の GAF を採用。光合成と軽量化を両立させたラダーフレーム構造によってオンロード、オフロード双方での走行性能を向上させています。またオフロード走行支援を6つのモードから選択できるマルチテレインセレクトも採用されています。エンジンは 2.7 リッター直列4気筒ガソリンと 2.8 リッター直列4気筒ディーゼルターボの2種類。ディーゼルは8速 AT となります。トヨタランドクルーザー250のグレードと価格はご覧の通りです。生活と実用を担う250、300との走りのキャラの違い気になりますね。そうですね。はい、ということでこの後はいよいよ試乗です。最上級グレードの ZX、 標準では20インチタイヤのところオプションで18インチにインチダウンしたモデルを高速道路とワインディングで試します。原点に立ち返り機能性と走りを追求したトヨタランドクルーザー250。その実力を岡崎五郎が試します。Engine for the life. はい、今日は新型ランドクルーザー250に試乗しています。ある意味誤解を恐れずに言うと、ちょっとアルファード的な高級感みたいなものを持っている300系に対して、この250はご覧のように本当にカジュアルでアウトドア感覚にあふれたデザイン持っています。いやもう本当にこれね、一目で僕は発表会の時に見てかっこいいなと思いました。運転感覚にとってもこのスクエアなデザインってすごく効いています。車両感覚がつかみやすいです。例えば街中なんか走っていても案外プレッシャーを受けることなく扱えてしまう、そんな感覚がありますね。でこの 2.8 リッターのディーゼルターボなんですが4気筒です。力的にはもう申し分ないですね。300系は基本的にディーゼルガソリンともに V6 積んでるんですが、僕はむしろ今こうして乗っていて感じてるのは、この250のキャラクターにはむしろエンジンの方から語りかけてくる要素を持っている4気筒エンジンの方がキャラ的にピタッと合うんじゃないかなということですね。もう直進安定性も高いですね。このラダーフレームにありがちなステアリングを切った時の遅れは全然ないですね。で段差なんかを乗り越えた時のタッチも結構ね、これしっかりと角を丸めていて乗り心地いいよねという言葉が
使えます。でこの車そういう守られてる感があって直進性がいいで快適性も高い、それから最新の ADAS もよくできているみたいなところでいくと、ちょっとこれほど快適な高速ロングツアラーっていうのはなかなかないんだろうなと思います。さあワインディングに入ってきました。このランクル250はフレーム式を採用していますし、リアサスペンションはもうストロークたっぷり取れるリジットを使っています。というように、いわゆる乗用車的な SUV とは全くメカニズムも違うんですが、ただこういうところに持ってきても結構これ素直に走れちゃうというのが正直驚きました。でなおかつこれスポーツモードを選んでやると、この電動パワーアシスト付きのステアリングですねがすごく手応えが出てきて、他のモードでは若干切り始めが曖昧だったところがすごくスキッとしてきます。なので、この18インチでもスポーツモードを積極的に選んでやると、こういう山道でも、狙ったラインきれいにトレースしやすくなりますね。でこの8速 AT がまたすごくよくできてますね。美味しいエンジンの美味しいところを状況に合わせて的確に選んでくれて、で踏んでいくとトントントンという綺麗につないでいってくれるあたりのこのリズムもすごくいい感じです。さあ下りに入ってきました。もうこの本格的オフローダーでこういう下りのワインディングロードをどこまでちゃんと走れるのっていうのすごく興味あったんですけれども、コーナーでの打角は若干多め、たくさん切ってやる必要が出てきます。ただそれがじゃあこういうところ走るのにマイナスになってるかっていうと全然そんなことはないですし、今のこのコーナー途中のギャップを乗り越えた時の車のボディコントロール性もすごく良かったですね。いやなかなかどうしてこれ想像以上にしっかり安心して走れちゃいますね。このランクル250なんですけれども、こういうところを走ってみると、ここ10年ぐらいずっとトヨタが言い続けているもっといい車を作ろうよという、そういう車作りへの思いがまさにこの車ハードウェアとして結実しているんですよね。人気の高さも分かるなと改めてそう思いましたね。はい、市場での燃費なんですが、今回は440キロ走ってリッターあたり11キロとなりました。もうこれは、まさにカタログ燃費と全く同じ数値が出た、大したもんですね。はい、ともちゃんどうでした？立派なオフローダーで背が高いとなるとふらつきそうなんですけど、箱根の山下ってきた時に制御が加わって、コーナーでスピードが出過ぎないように走らせてくれる安心感がありましたね。本当に安心感の塊みたいな感じですよね。はい、ということで今回は開発担当者の方にスタジオにお越しいただきました。トヨタ自動車株式会社の森津啓太さんです。森津さん、よろしくお願いします。ランドクルーザーシリーズのチーフエンジニアを務める森津と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず250のコンセプトのところなんですけれども、よくこれプラドの後継モデルだっていうふうに言う人がいるんですけど、これどうなんでしょうか？これはですね、全く実は違いまして、時代とともにですね、前のプラドはですね、高級豪華な方向にシフトしてしまったかなというふうに思うんですけれども、これがやはり本来のランドクルーザーの役割と使命であるですね、人々の生活を支えると、こういうことにですね原点回帰をさせるために、まさにゼロからですね質実剛健なオフローダーとして作り直したモデルだというふうに考えています。外観なんかものすごく機能的な、抑揚があんまりついてなくて直線的ですよね。そのあたりもそのコンセプトからの形ということですか？そうですね。本当に原点回帰というものを体現するためにですね、機能、こういう大切なものをもう磨き上げるためにですね、どちらかというと今までの車作りが足し算の車作りだとすると、無駄を一つずつ削ぎ落としてですね、
本当にランドクルーザーとして大切なものだけを残し磨き上げた、そういうモデルかなというふうに考えています。インテリアなんかもすごくシンプルですし、はい、そういう意味ではこのね今映るバンパーとか、はい、結構これも機能的なことを考えて設計されているそうですね。そうですね。やはりランドクルーザー機能性、信頼性、耐久性、アクロス派性、こういうものがとても大切ですね。だからアクロに行ったとしても当たりにくい構造をするために、ヘッドランプや、こういうものっていうのはできるだけ真ん中に寄せて高く上げてあげる、でバンパーなんかもですね、たとえ当たったとしても修理できるように、実は多重構造になっておりまして、これがですね実は修理性とともに、お客さんがですねこの一部のほっぺたの部分だけを変えたいというふうに思ったときは、デコレーションとしてですね、変えることが可能になってるんですよね。なるほどね。鏡目から丸目っていうのも含めていろんな新しいなんていうんですかね、取り組みっていうのをやられてますよね。面白いですよね。本当に長く愛していただける車になっていけばいいかなと思ってます。はい、ここでランドクルーザー250のユーティリティチェック、試乗した ZX でチェックしました。まずは今日は3列目に乗ってみたいと思います。かなり立派な車になっているんですが、乗り込みやすさどうでしょうか。3列目にアクセスするときは2列目をこのように折りたたむと座面ごと跳ね上がってくれるので、足元が開けます。このようにグリップを持って乗り込みます。意外とストレスが少ないですよね。でこの部分見ていきますと、身長162センチの私で膝前が拳2つ、そして頭上はというと座面の位置がちょっと高めなのでげんこつ1つぐらいでした。ただこのユーティリティ面ではドリンクホルダーが壁面に左右しっかり置かれているのと、あとは USB のタイプ C が2つあるんですよ。さらにエアコンの吹き出し口もあったので、結構快適に過ごせます。2列目の空間です。膝前見ていくと結構余裕ありますよね。拳4つ入りました。そして座面の位置は3列目よりちょっと低めになるので、ここは3つですね、入りました。アームレストついていて引き出すとドリンクホルダーが2つ、さらに快適装備としてはここもエアコンの吹き出し口が天井にあるのと、あと足元を見ていくとここにシートヒーターやベンチレーション、涼しいやつですね、あとはシガーソケットと USB のタイプ C が2つついていました。ラゲッジスペースです。実はこれ上だけガラスだけこのようにして開くこともできるので、後ろにスペースがないときにちょっとだけ荷物の出し入れもできます。でさらに大きい荷物を出し入れする際はこのように電動開閉式のテールゲートも用意されているので、荷物を持っていてもこのように乗せていける。床面はさすがに高めの位置なんですが、開口部はかなり広いです。で壁面見ていきますと、ここにAC100 ボルト100ワットの電源があるので、ちょっとした家電が使えたりもしますし、あと3列目電動で実はこれ倒せるようになっていてフラットになり、2列目は60対40で倒せて座面ごと跳ね上がるので奥行きのある空間が生まれます。これね、遊びの道具いっぱい詰め込みそうですよね。はい、そして走りについてなんですけれども、今回乗ってみて、はい、これ普通の SUV じゃなくてオフローダーじゃないですか。はい、しかもランドクルーザーなので本格的なんだけれど、でも普通の舗装路山道、はい、行けちゃうなっていうのはびっくりしたんですけれど、はい、そのあたりいかがですか。そうですね、本当にベースはおっしゃっていただいたようにオフロードなんですけれども、はい、やはり我々の車作りというのはですね、例えば岩石路、ここのアクロの状態でタイヤの一転がし目をどういうふうにコントロールしやすくできるかだとかですね、ごく低速域でのこの車作り、はい、これを丁寧に積み上げていくことによって、実はオンロードもですね、やっぱりしっかりと丁寧な車になっていくんだなというふうに思ってますし。なるほどなるほど。オフロードをやったからオンロードがダメになるっていうもんではなくて、はい、両方良くなるんだっていうことなんですね。そうですね、はい、そう思います。あとはやっぱ僕高速乗っててゲリラ豪雨降ってきたんですよ。はいはい、でもこういうところでの天候が急変した時の安心感の高さってちょっと他ではないレベルだと思ったんですけど、そのあたりでいかがですか。そうですね、本当にこれはフレーム車特有の構造、はい、挙動かも分かりませんけれども、やっぱりゆったり動く、たとえ速く走ったとしても最終的に返ってくるのはお客様の安心感だったり、はい、信頼というものにつながる車作りをすることで、ゲリラ豪雨だとかですね、アクロの環境でおいても安心してお客さんが乗っていただけるんじゃないかなと思います。やっぱりね、ロングツーリングした時の安心感と疲れにくさ、これすごいですね。ありがとうございます。世界中でぜひ走り回ってほしいです。はい、
森さんどうもありがとうございました。この後は評価です。 Engine for the life. ではここで評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、最強の全天候型ロングツアラーです。もう僕は実際ロケとは別に相当長い期間、乗ったんですけれども、本当にね高速道路で疲れない、で天候が悪くなってもプレッシャーがないから安心して乗っていられる、だから疲れないというのもありますし、渋滞になると今度は、アドバンストドライブで渋滞時のハンズオフなんかもできるんで、これも疲れないということで、まあね本当にこれだけ長距離を安心して楽に乗っていられる車、なかなかちょっと他には見当たらないなというぐらいすごいなと思いました。まずこれはですね、トリップメーターのリセットスイッチが使いにくいんです。正確に言うとリセットスイッチが表に出てないんですよ。で説明書を見たら画面の中でメニューを選んで、ちょっとメニューの階層の奥のところにリセットをするスイッチっていうかね機能があったんですが、やっぱり僕は燃料を入れるたびにトリップメーターゼロにする習慣を持っているんで、もうちょっと外にそのスイッチを出して分かりやすい操作方法をしてほしいなと思いました。はい、私は丸なポイント。これはオンロードの日常使いでもしなやかで安心感を与えてくれる走りだと思います。これランクル300のフラッグシップモデルと比べると、300ってやっぱりちょっと構えちゃうんですよね。フロントフードも長いし大きいし、で基本的には同じプラットフォームが250にも使われてるんですけど、運転席からの直接視界がちょっと見やすく形状、ボンネットの形状なんかも工夫されていたり、あと電動パワーステも採用されていて、アスファルトの上のワインディングを走る時も非常にスムーズで素直な走りを提供してくれる、そうした安心感がすごくいいなって思いました。そしてバッテン、これは欲しくても手に入りづらい、購入しようとした時になかなかやっぱりねちょっと順番待ちになってしまったり難しいところがあるので、ここはキントだと利用できるそうなので、ちょっとそちらに注目していただきたいと思います。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life. 今回トヨタランドクルーザー250を取り上げましたが、森さん藤友がバツにちょっと手に入らないよということを書いてましたけど、相変わらず絶好調な感じですか、売り上げは。おかげさまでそうなんですが、弊社としてもですね一生懸命車作ってますんで、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいなと思ってます。このヒットをした理由、最大の要因ってどんなところにあると分析されてますか。ランドクルーザーですね、今年で73年になります、73周年になるんですけれども、やっぱり常に進化しチャレンジし続けていること、車自体がやっぱりずっと改善を続けていることが、やっぱり一つ一つの積み重ねになって、いい車につながっているんじゃないかなというふうに思ってます。で今世の中 SUV ブームじゃないですか、ですごく乗用車的なテイストを持って SUV が本当に増えてきて、でそれはそれで僕はいいと思うんですけれども、その中でやっぱりオフロードを突き詰めたランドクルーザーっていうのが他なんか別格頂点としてなんか君臨するんだねっていうのが、僕はなんかすごくいいことだなとも思ってるんですよね。そのあたりオフローダーとしての資質、実力にかける思いみたいなのってすごく大きいですよね。そうですね、もう本当にランドクルーザーは世界中で一番過酷な道で作り上げた車、これをですね、世界中に一つの仕様でお配りしているという世界基準の車であるということをやっぱり設計者、開発陣がですね、誇りに思って車を作る、それが非常に重要なんじゃないかなというふうに思ってます。でそのオフローダーとして頂点を極めるために突き詰めた技術っていうのが普段何気なく乗っていても安心感として伝わってくるっていうのが、これ面白いですね。そうですね、我々としては本当にお客様の安心安全信頼につながる車作り、これをずっと目指して開発していきたいと思ってます。なるほど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the life.